2026年5月6日水曜日、現在日本は午前2時半にもうすぐなるところです。本日は弊社から2024年に発行しました高橋先生のご著書に関しまして解説をお願いいたします。はい。あの、モデルナとファイザー、またはバイオンテックというタイトルの本です。で、実は、コロナの時期に、コロナのワクチンを作った会社を調べていましたら、中近東系出身の方が多いんですね。それで興味を抱いて、あの、書きました。で、本の内容はワクチンについての本ではありません。ですから、医学の本ではないんですね。ワクチンを作った人たちの、に関する本です。で、モデルナという、会社は、もちろん、いろんな人が関わっている会社なんですけれど、その会長がアフェヤンさんという人で、アルメニア人なんですね。で、アルメニア人というのは、アルメニアって国が、想像つきますかね。トルコの隣にある、右隣というか、東隣にある国ですよね。で、世界で一番早くキリスト教を受け入れた国なんですけれど、そのアルメニア人なんですね。で、アルメニアの方は、なんとかヤーンとかいう名前で、名前が多いんですけど、まあ、アフェヤンさんもアルメニア系の方です。で、アフェヤン自身は、レバノンで生まれて、カナダに、移住して、で、アメリカの大学、まあ、マサチューセッツ工科大学で、勉強して、起業家になった方で、このワクチンの、まあ、開発に、大きく関わった方なんですね。で、モデルナという会社は、まあ、アルメニア人が、まあ、会長なんですけれど、モデルナと、まあ、対抗するワクチンを作ったファイザーですね。で、ファイザーの経営者は、実は、ユダヤ系の方で、ギリシャのテサロニケというところ出身の、ユダヤ系の方なんですね。で、このファイザーのワクチンと言いますけれど、ファイザーは、まあ、ある意味、このワクチンの、まあ、生産とか販売とか、認可を取るとか、ロジの部分を主として担当して、実際の、まあ、ワクチンの開発をしたのは、バイオンティクというドイツの会社なんですね。で、このバイオンティクを、創立したのは、トルコ系の移民の夫妻なんですね。ですから、ファイザーもモデルナもバイオンティクもみんな、こう、マイノリティで、しかもみんな中近東系のマイノリティがこう活躍したという、まあ、そういうストーリーなんですね。で、まあ、中東からやってくる人はなんかテロリストだとか、そんな風にいつも思われてますんで、実は中東系の移民の頑張りが、人類を救ったんだという、なんかもっとポジティブな話を書きたいなと思って本にまとめました。で、まあ、モデルナのワクチンにしろ、ファイザー、バイオンテックのワクチンにしろ、このワクチンを作る基本的な技術は mRNA という物質を操作する技術なんですね。で、この特許に関しては、実はドイツの小さなメーカーというか、mRNA のメーカーのキュアバックという会社が特許を持っていて、モデルナもバイオンテックもファイザーもそのキュアバック社の特許を侵害しているという訴訟をずっと起こしてて、その行方が注目されてたんですね。ところが、バイオンテックという会社が、このワクチンの販売で大変な利益を上げましたから、大変豊かになったんで、このキュアバックという会社を買収してしまいました。ということで、キュアバックのバイオンテックとファイザーに対する特許訴訟というのはもうこれで終わっちゃったんですね。バイオンテックがキュアバックを買っちゃったわけですから。ただ、キュアバックのモデルナに対する特許訴訟というのはまだ続いているという状況です。
で、mRNA を使う技術を持っている、まあ、会社はいくつかあるんですけれど、一番、期待がかかっているのは、新たな、なんだか大きな、あの、感染症が大規模に広がった場合に、それに対応するワクチンをすぐに作ってくれる会社ではないかという期待があるんですけれど、もう一つは mRNA を使ったがん治療という分野があって、それが大変難しい分野なんですけれど、この mRNA を使って治療できるんではないかと、新しい治療法が見つかるんではないかという期待がかかっています。で、特に、モデルナにしろ、バイオンテックにしろ、このワクチンの販売で、本当に天文学的な利益を上げましたから、大変な、資金を溜め込んだんですね。で、そのお金を投入して、がん治療の新しい薬を作り出してくれるんではないか、治療法を見つけ出してくれるんではないかという期待が、非常に高まっているわけです。ただ、お金を注ぎ込んだから必ずしも結果が出るとは限りませんから、あの、このモデルナにしろ、バイオンテックにしろ、ワクチン後の新しい利益を生み出す薬を見つけるために今、苦労しているという状況だと思います。それから、この薬業界では、創薬薬を作る業界では、注目されている大きな事件は、このバイオンテックを、創立したウール・シャーヒンという方、そしてその奥様、二人ともトルコ系の方ですけれど、二人がもうこんな大きな会社で、経営なんかに関わっていたくないっていうんで、会社を離れちゃったんですね。で、また二人で、小さなベンチャーを始めて、研究に没頭するということだと思うんですけれど、このバイオンテックという会社が、これから新しい薬を、作り出せるかという期待と懸念がある中で、創業者二人が抜けたというのは、この薬業界では大変大きな話題になっています。ただ、ここで注目しておきたいのは、もう最初に申し上げましたように、あの、新しいそのワクチンを作るという大変な事業を、いずれも中東系の移民の皆さんが頑張って、達成してくださったということで、中東系の人たちが人類を救ってるんだということを強調したいと思います。日頃目には触れないストーリーに、多く触れられる、高井先生のご著書ですので、皆さんもぜひお手に取っていただければと思います。高井先生、回答ありがとうございました。よろしくお願いします。